皆さんご機嫌いかが？コーチです。今回は鬼滅の刃からぼっちだけど努力家の水柱富岡義勇の刀を作っていきます。義勇さんの刀は結構作ってみたかった一本なので、次の設計でこだわりポイントを紹介していきたいと思います。まずは何といってもこの刃の美しい青ですよね。ここはパーラービーズの今や廃盤となってしまった透明青と、あとラムネを使ってグラデーションを表現したいと思います。あとこの刃の根元が結構特徴的で、ナイフみたいな感じで途中から刃になってるような形になってるんで、ここを立体的にするようにしたいです。そして柄の表現ですが、今回はもうちょっと紐が巻いてある感を出せるように頑張りたいと思います。最後はこのなんといっても悪鬼滅殺の字ですよね。これなんとかうまい表現を探していけたらなと思ってます。この設計を叶えるために今回は刀身と柄を同時に作って、その次鐔、最後に鞘という順番で作っていきたいと思います。使うビーズはパーラービーズのこちら。それでは作っていきましょう。まずは刀身から並べていきます。刀身にはこの今や入手困難になってしまった透明青をふんだんに使っていくんで、家に残ってる分と在庫のあるお店から買ってきた分でもうこの1本しか作れないっていうね、プレミア感満載の貴重な1本を作っていきます。なんて言ってる間に並べ終わりました。悪鬼滅殺の文字をいろいろ試したんですけど、透明の色を使うとなんとなくこうへこんでいるように見えるっていうのを発見したんで、今回はその方法でやってみました。それでそこに青色のビーズをちょっと混ぜることでモザイクに見えて、なんかこう文字っぽく見えるかなみたいなのを狙ってます。アイロンビーズはデフォルメが大事ってことで、これでよしとしてください。そして今回は柄も同時に作っています。悪鬼滅殺の時に透明ビーズで立体感が出るなというのが分かったので、この柄にもそれを使ってみました。とは言っても透明ビーズで線を引いてみただけなんですけど、それでも遠目から見ると結構紐が巻いてある感がするんですよね。しかも透明なので下地の青と混ざって絶妙な色味になるという相乗効果で、僕的にはもう大正解ですね。ということでこれで刀身と柄の出来上がりです。なかなか美しい出来です。それでは次に鐔を作っていきます。義勇さんの鐔は刀身同様結構シンプルなんですけど、外側のエンジの枠のところに直線の模様があるので、ナノビーズを上に乗せてそれを溶かして模様にしていくっていう、ちょっと何言ってるかわからないと思うんですけど、要するに匠の技ってやつで表現したいと思います。こうやって絶妙な力で溶かすとくっついてくれるんで、伸ばしながら模様にして鐔の出来上がりです。それでは鐔が出来上がったので、他の細かいパーツも作って組み立てていきます。今回鐔は六角プレートで作ったんですけど、刀身を通す穴がちょっといびつになってるんですよね。これがちゃんと通るかどうか不安だったんですが、なんとか通りました。ここまで来て入らなかったらだいぶメンタルやられるんですけど、アイロンビーザーの勘ってやつでバッチリハマったんで気持ちよかったです。ということでこれで刀の出来上がりです。いや、このバランス美しいですね。いやー、美しい。それでは最後に鞘を作っていきましょう。義勇さんの鞘は炭治郎と一緒で真っ黒なんですよね。なのでパーラービーズ3袋を使って約3000個のビーズを並べていくっていう、もはやこれ修行ですね。意識を保ったまんま並べてると嫌になってくるんで、心を無にして並べていくと、あれいつの間にか終わってるみたいな感じになるんでおすすめです。というわけでいつの間にか出来上がってましたね。これにて義勇さんの日輪刀完成でございます。いかがだったでしょうか。僕の作品は作って遊べるまでがコンセプトなので、義勇さんのあの技で遊んでみたいと思います。水の呼吸11の
いやー、ナギの高速防御、あなたには見えましたか？速すぎて動いてないようにしか見えないですよね。僕もです。他にも水の呼吸、死の型、打ち潮をやってみたりしてめちゃくちゃ楽しみました。そしてね、この壁を作品で埋め尽くすのにまた一歩近づきました。ということでね、この動画楽しんでもらえたら高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。BGM も僕のオリジナルなので概要欄をぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、良いアイロンビーズライフを。ごきげんよう。